こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今回第2弾、コンサルの外腹をばらす動画になります。今日もよろしくお願いします。油の多いとこから開けるんですよね。でこういう時やったらここは大事なお肉やから、こういうとこからちょっと切ったりとか、ここらへんこう油が多いとこからちょんと、切ってで開いてくる。そうで買い方としては、ここが笹腹、笹肉とかいう場所で、こういうちょっと肉が見えとるやんこれ。でこういうのとか、こう上から見てこうちょっとサシが入って良さそうやなって、これは数してかんと、無理分からんねんけどさ。研修コンサルをいただいている渡辺君です。これはちっちゃい方やでな、折り曲がっとんで開いてもらって結構くっついてるんですね。でもこれ今柔らかなっとるから、冬場でちょっと肉締まっとったらこれめっちゃ力仕事だよね本当に。こんなくっついてるんですか。そうだから腹でこう支えたりするもんで、こういうエプロンがいるんちゅうの。今度これを開いてほしいんでしょ。このお肉、ほんならこのお肉をこれだけをこうなぞっていくと取れるで、それできっかけで開いていく。で分からんだらこっちからやったらいいし、こっちからこうやってして分かりやすいとこから、開いてるとこからで切っていくっちゅうのは、きっかけを作っていくだけ、こうやってして引っ張りながらこうやって結構力いんねんになかなかですよね。いやいるよ。だから肉なんちゅうの、枝肉とかあんねんったらめちゃめちゃ重たいにでグッ力いんねん。本当ですね。力仕事。だからやっとる人ってみんな腕とか太いよ普段使わない筋肉使うもんね。そうやな。そうかわからんな。これはそこからもう切ったれ内ハラミインサイドと言われる場所で、次が笹肉と言われる場所で、形で言うたらこういうふうになっとんねやな。こうで、この境目っていうのが、このちょうどここら辺に油が多いとこがあるのさ。こうな、でこれが目処やから、ここでこうバツンとでこうやってガタ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 ってやっていくと、この肉がガタガタガタってなるから、極力一発じゃないけどスーッと切れるように。そうはい、できました。笹腹と言われる場所で、あとこれが、縦腹って言われる場所で、これをどのように使っていくかだけなんやけど、僕は肉のスライスで他のお店に売っとんの。昔はこれを焼肉にするのが主流やった。これが普通やった。せやけど今はこっちになると身が薄いもんで、これな、そうなると嫌う人が多くなってきた最近。でもう今この縦腹とかも割に使われる人が少なくなった。どっちかって言ったらこっちの方がええもん。こっちの方が赤身多いしさ、これまだ綺麗にすんねんけどさ。もう一つは、昔はすき焼きとかする場合にな、今はあんまりサリアンどこも多いけど、ももバラすき焼きとか、肩ロースバラすき焼きとか、そういう名前があったんちゃう。でこれを薄く切って間にかましていくと。ももとこのバラを合わせて、こういう笹肉、笹バラって言って、このまま売っとるとこもある。こうやってシリングバッグにして2500円とするやんか、これで。だけど半分以上なくなるから5000円6000円になるんちゃう。せやけど6000円以上になる場合もあるかわからんやんか。極端に言うたら、ネットとかで売っとるやつやったら、そういうのはこれ全部めくってあって6000円で売っとるものは絶対得で、これ今からバランスさなあかんから、その時間帯もさ、僕自分自身でやっとるから、労働時間っていうのは本当は0円やけど、これを人にやってもらおうとしたら、その人にお金払わなあかんやんか。そしたらこれ6000円じゃないってことだね。だからそういうのは6000円でツルツルにとか7000円とかで売っとるやつの方が得というか。ただじゃあなんでお前はするのやっつったら、こういったもんやこういったもんを使い道があるから。
だから自分がこういう使い道を徐々に作っていけば利益はだんだんと出てくるやな。せやけどなかったらこういうものを単品買うた方のが得。今回やっとるのはどういうお肉でどういうとこについとるんかとかそういうのを見てもらうために。そこは油ですか、今取ってるところは。もう全部油。そうですね。だからこれ持って持って。いやいや。重たいの結構。でこっち持ってこっち。4、2だぐらいや。だから半分ぐらい掘らなあかんねんて。でまだこっから、これもめくらなあかんし、はい、まだここら辺はちょっと油やから。油って使い道ないですか？なんかもったいない気がして。ラーメン入れたら。でこれがささみでこっちのインサイドこっちがインサイドでこれもこの境なんとなく分かるやん。こっちから肉ないっちゅうのはこれ数せやそのうち分かってくるって数せやで失敗する時もあるよほら失敗したってでこういうちょこちょこちょこってこうやってついてる肉あるからこういうのまがないで食べるとか、はい、このインサイドって売っとる場合でもシンクバッグにしてある時はこういう風なシンクバッグがしてあるとかやったらこれ皮ついとんねやなとこの上にな、はい、でもう一つはこうやってしてあるってシンクしてある場合があるの。でもこれちょこっと見えるから、皮ついとるなだけど見えやんやつは見えやんやんか。であと一つはなぜこれをつけておくかちょっと真っ赤っかと真っ赤っかのやつをひっつけてシンクすると開けた時に黒なったりするのうちの。そうすると黒いやつこいつ上手に隠しやがったってそういうわけじゃないんやけど、なるんやけど誰がしてもさっきめくってこの端も削らんとシンクバッグにして売っとるとこはもちろん、でそういうやつは安いんですよ。実際買うたらなんやタコついたっていうこと、逆に今度なこれも取ってやってこれもツルツルにしてやったとするやんか、いやなんか理由あるやろうなと思う。やっぱり訳ありそういうのはね、で松阪牛とかああいうのでツルツルでこうやって売っとるとこってまずない。せやけどその中でこうやってツルツルにしてやるっていうことはこういうところが全部当たっとったりとかでそういうふうにしてツルツルにして買ってもらおうという。だから信頼ある業者さんと取引はした方がええ。だから値段で取引するとろくでもないですよっていうことなん。当たってると味が違うことはないけど、やっぱり何かにこの兄弟で自分がここの捻挫をしとったとするとさ、どっかに負担がかかるやん牛さんも。そと左ばっかり負担がかかってくるとほんならまた負担かかって両足動けやんくなるとかであとは食べ物とかがだんだん食欲が悪くなると内臓が悪くなると全てが悪くなるよね牛は、でもやっぱり農家さんとかそういうの分かるやな、足がむくんどるからこの牛はちょっとあかんかなとか。だけどある一定の知っとる人が教えてくれたんがそういうとこに通って自分がいっぱいこれも一緒やないっぱい失敗していくとなんでか知らんけど分かってくる。その牛小屋を歩いとったら足が止まるっていうことで、だけどこの牛のちっちゃいバラに対して笹バラこんだけの厚みがあるでええなってなんとなく、見たわけじゃない開けて見たわけで僕もないんやけど感覚でだんだん分かってくる。であとはその計算何度も言うけど結局はこれが2500円で買うたとするやんか、今度買うやつが2000円で買うたとするやんか、と2500円で買うた方のはぶどまりがええし物がええし笹肉も身が厚い他のやつも身が厚いってなると普段はそこが上カルビで出しとるやつが極端に言ったら特選カルビでも出せるっていうことで、一番芸の並カルビは大体並カルビねしかならへんねんけど、ちょっとこれ物ええなと思ったら商品価値違う価値をつけて値段を高く売ることもできる。これこの中でもいい悪いがあるんですか？ある。せやけどそれは自分が今後この焼肉を店で切っていくと思うよさ、そうするとその時にやっとここは悪いここはええっていうのが分かってくる。決まってるわけじゃないですかこの方。大体決まっとるせやけど
決まっとるんやけどやつになったら極端に言ったらこれ半分にもし切ったとして大体ささ肉っちのここら辺が物がええんちゅうのでこう半分に切っていてこっちが良くてこっちが悪いっていうそのサシの具合も違うんちゅうの要は焼肉屋さんとかやとこれをこうやって一枚なりステーキみたいに切っていく人もでこうやってささ肉って出す人もでここら辺はやっぱり上カルビとかそういうのは出せれやんから並カルビ材にしたりとか。もうそれはどっちにしろシェアな店ではするようになるから、分かってくる見たくりはこうサシが入っとって良さそうやなと思っていざ切ってみると、包丁がスッと進まんとかね、でやつほどタンと一緒やんタンと、ふんにゃふにゃのタンって筋引きしにくいやんかで身が締まっとるやつでさ割に簡単やんか、それの違いでやりにくいのをずっとやっていくとやりやすいやつがめっちゃ簡単な自分が牛を割っていくのでもこの寒くなってから牛を割っていくやつは簡単にばらされるで簡単に割れるやつ使えば使うほどそのお肉も、こういうスライサーもそうなんやけど、切りやすい。筋引きでもみんなさタンの筋引きとかでも自分らもそうやってんけどこうやってするんちゅうのこうやって違うねん、俺らはなこうやってするんちゅうの、なんでこうやってするかっていうと失敗した時爪で止まんのっちゅうの失敗してカンって当たっても爪でカンと止まるからで手いっぱい切ったらええんでまた自然的に思わるんちゅう、僕もここすごいもんすごい跡が残っとるもん切ったカツだな、はい、今回は研修第2弾、外腹の研修の動画となりました。今日もありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますのでこの機会にぜひお友達追加の方よろしくお願いします。まだ形が覚えれてないのでそれが早く分かるようにしたいと思います。線でも引いてあれば分かるんですけどね